にちは、竹チューバーの竹と4代目です。さあ、今日皆さんにご覧いただきたいのは、こちらの文庫です。これはね、竹虎2代目義治の頃からずっとお付き合いのある、網代編みの巨匠と言われる渡辺筑西先生の作品です。で、この辺でちょっと細かい編み目をね、ぜひゆっくりとご覧いただきたいんですけれど、文庫なんでね、これ普通の書類だとか、手紙なんかを入れるための箱です。最近ではなかなか使われることないんですけれどもね、昔はこういった文庫もね、たくさん作られてて、で、実はですね、これちょっと裏見てもらいたいんですけれど、本当だったらこういったところに銘が入ってるはずなんですけど、実はこれね、銘が入ってないんですよ。これも入ってないし、で、これなんかも入ってない。で、これなんでかっていうとですね、実はこれって緻密な編み込みで大変な作品なんですけれども、多い時にはですね、これを年間に200とか300とかっていう数生産されていたということなので、もうこういったね、作品を作っても、いちいちこの銘をね、入れずにどんどん出荷していたということなんです。これもですね、渡辺先生一人で最初から最後まで作るんではなくて、ある程度分業的にしてですね、作ってたんですけど、それにしてもですね、年間に200、300、他の作品も作りながらですからね、なかなかすごい生産量があって、いかに当時、こういった竹製品、竹の作品がたくさんの方にご愛用されていたかということを物語っているんじゃないかと思います。この辺りのやつになると初めて銘が入ったりするのもぼつぼつ出てくるような感じなんです。ほとんどがね、銘が入らずに、もう先生が作ったことは間違いないんですけど、銘を入れずに出しているものが多かったということなんです。そういった文庫であるんですが、今日ご覧いただきたいのはね、この4つ目文庫なんですけれど、お名前もちゃんと入ってますけどね、どうですこれ。これとね、もう一個出してみたいと思います。はい。こうしてですね、2つの磨きの文庫を出してみました。どうですこれ。1年半ぐらいの、9寸ぐらいの太さの大きな、で1年半ですのでちょっと若い間竹をですね、先生が自ら竹林に入り厳選された竹で作った磨き四つ目の文庫なんです。この細かい線が入ってますが、これ一体どういうふうに作ってるのかというと、実はこれ渡辺先生からいただいてきた渡辺一門に伝わる、先生がずっと愛用されてきた磨き包丁です。実はですね、この磨き包丁どういうふうに使うかというと、V 字に木材を打ち付けて竹をがっしりと固定させるようにするんですよ。で、竹をぐっすり固定させておいて、それをお腹のところ当てて、下腹部のところにぐっすり当てて、でバッと踏ん張った状態でこう磨いていくんですよ。こう磨いていくんです、竹を。こう磨いていく。こう磨いていく。で、その時に細い線のとこだけちょっとずらして磨く。ちょっとずらしてずっと磨く。そういうことをやって表現した作品なんです。だからですね、この線を一本一本見てもらったらわかるんですけれど、これね、もう一本のひごを1回しか通ってないんですよ。1回きりの勝負の中でこの線を出していくので、ちょっとでも失敗したりするとこの線がもう表現できないんですよ。大きな磨き包丁で薄く減いていく中でこの線だけ残していくんですよね。線だけ残していく、一本一本残していく、この材料取りのこの磨きの技が非常に難しくてですね、先生も実は生涯のうちで4つか5つしかこの作品を作っていないということだったんです。で、そのうち1つが大分県立美術館で、1つが個人の方が所蔵されていて、で2つが竹虎が所蔵させていただいているというようなことなんです。非常に貴重な作品だというふうに思ってます。この線一本一本が本当にね、技の結集ですし、これだけ幅の広い竹ひごで編み込んで四つ目っていうのはなかなかないんじゃないかなと思いますね。で、蓋を開けてみますと、裏もですね、イボタボコリって言って、非常に細かいホコリを入れてですね、非常に繊細に美しい表現をしています。で、内側もですね、これはこの四つ目をね、一重編みですね。
線磨きした竹ひごを四つ目編みしてそのまま一重編みした作品です。まあこれでも非常に値打ちのある、十数年前に見てからですね、ずーっとなんかこれいつかはこういうの自分も欲しいなと、身近に見るようになりたいなと思ったんですけど、ようやく手元に来てね、本当に喜んでます。でこちらの作品はですね、パッと開けるとなんとこう、内側が二重編みです。外は線磨きの四つ目編み、内側は先生得意のこの細かい模様の網代でぎっしりと編み込まれています。まあこの網代編みもね、美しくて素晴らしい技術なんですが、でもやっぱりですね、この広く取った竹ひごに線磨きで綺麗に模様を入れたこの四つ目編みのこの技術、これはね本当に惚れ惚れする技術です。見ていてね感動してしまいますね。これ見てください、この迫力、これは見たことないですね。いやー本当に見たことない、すごい。まあ先生もですね、今お仕事されなくなって、まあいろんな作品をね、それぞれの方にお分けしていってるんですけれど、先生も最後の最後まで手元に置いておきたかった大事な線磨きの四つ目文庫です。いやー惚れっ惚れします。内側もこうですから、で薄くこうアールがかかってるでしょ。薄くアールがかかって、もうほんとたまらないですね。線磨きのこの繊細さ、緩やかなこのカーブ、いやまさに惚れっ惚れする一品中の一品です。達人の手によって、本当だったら10年15年で命を終える竹がこういう作品にすることによって100年200年、もしかしたらもっと長くこう形として残って後世にずっとつながっていくわけですから、本当こういった竹の作品作りっていうのは素晴らしいことだとつくづく思います。ということでして今日はですね、網代編みの巨匠渡辺筑西先生の線磨き四つ目文庫、まさに究極の技ですね、ご覧いただきました。ノーバンブーノーライフ。